皆様こんにちは、セリナです。今回は2月1日店頭発売、3月1日にオンラインで発売をするシャネルの春コレクション2023をご紹介していきます。今回のシャネルのコレクションはパステルツイードが着想源ということで、見た目だけでも春らしくてとても可愛いですよね。今回もそれぞれのアイテムのご紹介をした後、最後にこちらのコレクションを使ったメイクルックをご紹介していきますので、少しでもアイテム選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にもいろいろなブランドの春コスメをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シャネル春コレクション2023、店頭発売は2月10日からですが、オンラインでは3月1日からの発売ということで、まだ公式ページでの商品詳細が載っていなかったので、今回はファッションプレスの記事から商品情報を抜粋してご紹介していきます。シャネルの2023春コスメは、ガブリエル・シャネルのフェザーやシフォンのドレスとパステルツイードが着想源。人々を魅了してきた彼女のフレッシュでソフトなクリエーションを心躍るカラーで表現しているのが特徴ということで、ご紹介していくのはデキャトルオンブルの限定色68番。今季のムードを落とし込み、シャネルのパステルツイードを連想させる春めいたパレット。コンパクトの中には血色感のあるパウダリーローズや明るいパール感のあるバイオレット、遊び心あふれるイエロー、マットな質感のブラウニッシュモーブの全4色をセットに、パブリックパターンに CC ロゴを配した特別なビジュアルにも心ときめく。続いてファンテジードシャネル。大胆にかたどられた CC ロゴが目を引くファンテジードシャネルは、複雑に色が重なり合う軽やかなチークカラー、艶めき感のあるパステルフューシャーが使用するたびに表情を変え、生き生きとした明るさと輝きをもたらしてくれる。ふんわりと頬を染め上げる柔らかなブラシも付属。続いてボーメーザーシェルから限定色と新色が登場。愛らしさを引き出すライトピンク、透明感を生み出すフレッシュライラックの2色が心まで華やぐメイクアップを叶えてくれる。頬、まぶた、唇などマルチに楽しめるので、1本ゲットするだけでもメイクアップの幅がぐっと広がるはず。こちらのトラジェのカラーは数量限定色、リラは新色となっております。そして最後にご紹介するのがルージュココボーム。人気のルージュココボームも春仕様になって登場。唇をケアしながらシアーな発色が叶うリップクリームルージュココボームには、パールがきらめく愛らしいソフトピンクとこなれたムードのブラウニッシュモーブの全2色が仲間入り。こちらは2色とも新色として登場しています。まずはファンテジードシャネルからご紹介していきます。こちらはチークカラーとのことですが、こんな感じでピンクのカラーが強いところやハイライトのカラーが多いところなどマーブル状になっているので、カラーの取り方によっていろいろな楽しみ方ができるとのことでした。付属のブラシを使って頬の広い範囲にツヤ出しとして使っても綺麗と BA さんから教えていただいたので、まずは頬の広い範囲に使ってみたいと思います。こんな感じでブラシに取って目の下からこめかみに向かって頬の広範囲に塗っていきます。やはり手元で見た時も発色がかなりナチュラルだなと感じましたが、こんな感じで広範囲に塗ってもほんのりとピンクのニュアンスを感じることができますが、ツヤ出しのフェイスパウダーとして使ってもとても綺麗ですよね。何も塗っていない方と比較してみるとこんな感じです。ピンクのカラーが強く出過ぎてしまうということはなく、とても自然ですが、ほんのりと蒸気したような頬に見せてくれて、手元で見た時と同様、ラメのきらめきも感じつつ、肌の上に乗せてみると粉っぽさはなく、つるんとした肌に見せてくれて、とても綺麗です。予約の時点からすごく人気だったというだけあって、春先にぴったりのほんのり柔らかいピンク肌に見せてくれて、すごく綺麗ですね。続いて反対側にはチークブラシを使ってチークとして塗っていきたいと思います。このピンクのカラーが強い部分を取っていきます。
チークとしてはかなり発色はナチュラルかなと思いましたが、意外とチークブラシを使ってピンクの部分をしっかりと取ると、こんな感じでほんのりと発色してくれますね。はい、こちら側はチーク使いしてみました。手元で見た時はもう少し発色がナチュラルになるかなと思いましたが、しっかりと発色させていくとこんな感じで、ちゃんとピンクカラーも楽しめました。そしてマーブル状になっているので、チークの周りも自然に綺麗にぼけてくれて、チークのカラーをぼかすのが苦手という方にもすごく使いやすいと思います。シャネルのパウダー系のアイテムは、この顔を動かした時のツヤの立体感がすごく綺麗ですよね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると、このラメのきらめきがとてもわかりやすいと思います。頬の広範囲に塗った方は、外の光で見てもピンクが強すぎなくて、とても自然な血色感ですよね。続いて、ボームエサンシルをご紹介していきます。ハイライトのツヤ感がわかりにくいので、先ほどご紹介したファンテジーシャネルは一度オフしている状態なので、こちら側に限定色のトラジェ、反対側に新色のリラを塗ってカラーの違いを比較してみたいと思います。まず限定色のトラジェです。ボームエサンシルはスティックタイプのハイライトの中でもかなりオイル感が強くて緩いテクスチャーなので、スティックから直接肌に塗るというよりも、一度指に取ってから、こんな感じでトントンとなじませながら塗る方が、ベースに塗っているファンデーションやパウダーがよれずに使いやすいと思います。このオイル感の強い濡れたようなツヤがとても綺麗なシリーズですよね。こちらの限定色のトラジェは見た目だと結構しっかりカラーがつくのかなと思いましたが、手元で見た時と同様こんな感じで、角度によってほんのりピンクの血色感を感じる程度で、かなりナチュラルな発色ですよね。少し距離がある方がピンクの血色感はよりわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで濡れツヤ感が綺麗なのと、油分が多いタイプなので毛穴落ちをしてしまったりパサついてしまうということもなく綺麗ですよね。では反対側、新色のリラを塗っていきます。こういった透明感が出るようなパープルカラーはここ数年とても人気ですが、定番色として発売されるのはなかなか珍しいですよね。リラもこんな感じで見た目よりも発色はとてもナチュラルですが、肌の上にのせると一気にパープルの透明感がアップします。はい、こちら側は新色のリラを塗ってみました。こんな感じで顔を動かした時に透明感のあるパープルのツヤがつるんとしていてとても綺麗です。こちらも距離がある方がパープルの透明感がよりわかりやすいと思います。それぞれ比較してみるとこんな感じです。限定色のトラジェは濡れたようなツヤにほんのりと血色感を感じるような仕上がりで、新色のリラは濡れたようなツヤにプラスしてパールのツヤ感と発光感を感じます。近くで見るとこんな感じです。両方とも毛穴落ちする感じやパサつきは気になりませんが、やはり新色のリラの方がパールのツヤめきがわかりやすいと思います。手元で見た時はこの2つにそこまで大きな違いは感じませんでしたが、顔の上に乗せてみると結構違いが出ますね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとより新色のリラのパールの艶めきがわかりやすいと思います。限定色のトラジェはパールではなくオイルの濡れツヤという感じなので、より自然な仕上がりがお好きな方は限定色がおすすめで、パールのツヤ感と透明感が欲しいという方は新色のリラがおすすめです。どちらも綺麗ですね。そしてこちらのボーメイサンシルはリップにも使えるとのことでしたので、1色ずつリップ使いをした時にどんな感じになるのか見ていきたいと思います。まず限定色のトラジェです。指で薄く塗っていきたいと思います。リップとして塗っても全然大丈夫なくらいオイルの保湿感を感じます。トラジェはこんな感じで唇の上にのせると結構しっかり血色感も出て、リップ使いも可愛いですね。はい、限定色のトラジェ、リップ使いしてみました。唇にのせてみると意外としっかりとカラーが乗って、血色感とパールのツヤがすごく綺麗ですよね。リップとして塗っていてもオイルの保湿感を感じるので、パサついてしまったりなどの違和感は全く感じません。
ポーチに入れておいて、肌の乾燥が気になる時や唇の乾燥が気になる時に保湿もしつつツヤ出しとして使うのもすごくいいと思います。続いて新色のリラを塗ってみます。リラは透明感がアップする感じなので、単色使いはどうかなと思いましたが、でもこちらもパープルの少し青みの感じがついて可愛いですね。思ったよりも単色使いしても白っぽくならなくて、こちらもリップ使いしやすそうです。はい、リラもリップ使いしてみるとこんな感じです。やはりハイライト使いした時と同様、リラはパールによるツヤも感じられるので、より唇を立体的にぷっくりと見せてくれています。意外と単色使いでも白っぽくならなかったですが、お手持ちのリップの上に重ねて、パール感と透明感をアップさせるチェンジャーとして使っても可愛いんじゃないかなと思います。透明サンシルはリップ使いをしてもすごく可愛いですね。では続いてレキャトロンオンブルの限定色68番を単色塗りでカラーを塗ってみてどんな感じか見ていきたいと思います。まずは左上のカラーです。まぶたの上に乗せてもこんな感じで、最初しっかりカラーはつきますが、なじませていくと自然に肌に溶け込んでくれます。この質もすごく軽くて塗りやすいです。はい、1色目はこんな感じです。春らしいラベンダーのカラーですね。こういった透明感がアップするカラーはとても人気ですが、今年の春コレクションの中では比較的少ない色味だと思ったので、こういった透明感がアップするカラーがセットされているのは嬉しいですよね。手元で見た時はもう少しパールやラメの艶めきをしっかりと感じましたが、目元にのせてみると意外とナチュラルで自然なツヤ感を楽しめます。続いて右上のカラーです。こちらは少し温かみも感じるようなピンク系のカラーです。こちらも先ほどのカラーと同様すごくナチュラルな発色です。はい、2色目はこんな感じです。カラー自体もとても肌なじみがいいですが、発色もナチュラルなのと、1色目と比較するとよりパールやラメのツヤは抑えめなので、春らしいふんわりとした雰囲気を演出してくれる質感です。シャネルはこういった透明感も出つつ、あまり青みに寄りすぎないカラーが得意ですよね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらのカラーはこの4色の中でも一番しっかりと発色するタイプです。でもこんな感じで、こちらもパールのツヤがすごく綺麗なのと粉質が軽いので、ぼかしていけば綺麗に馴染んでくれます。すごく今年っぽいくすみ感のあるモーブ系ですね。はい、3色目はこんな感じです。少しくすみ感のあるトレンドっぽいカラーですが、シャネルはこういったカラーも女性らしさが出るような色出しですごく素敵ですよね。最後、右下のカラーです。こちらのカラーはパレットで見るともう少しイエロー寄りに発色するのかなと思いましたが、手元で見た時と同様こんな感じでイエロー寄りのシャンパンゴールドのようなカラーなので、とても使いやすいなと感じました。はい、4色目はこんな感じです。明るいイエロー寄りのシャンパンゴールドカラーで、この4色の中で一番しっかりラメのきらめきを感じることができます。でもザクザクとした大粒ラメという感じではなくて、しっとりと軽く肌に馴染んでくれている上品な質感なので、派手になりすぎずにすごく素敵だなと思います。3色目と4色目、それぞれこんな感じです。とても上品なカラーですよね。そして最後はルージュココボームの新色2色をご紹介していきます。まず928番はアイシャドウのレビューの時から塗っていますが、ルージュココボームはしっかりとカラーが発色するタイプというよりも、色付きのリップクリームのような感覚で使えるアイテムなので、少し時間が経つとこんな感じで唇に馴染んでいきます。上から塗り重ねてみるとこんな感じで、明るめのピンクカラーなので春らしい柔らかさも出ますが、ほんの少しだけくすみ感も感じるので上品さもあってどんなシーンにも使いやすそうですよね。かなり滑らかで保湿感も高いので唇の乾燥が気になる時にもとても使いやすいです。
すごく自然ですが、微細なラメも入っているので、唇を立体的に見せてくれます。続いて930番です。こちらは意外としっかりと発色するタイプですよね。でもこんな感じでとても滑らかな塗り心地です。はい、930番はこんな感じです。先ほどと同様、滑らかで保湿感も高いですが、こちらのカラーはしっかりと発色してくれます。少し青みの要素も感じるような深みのあるカラーですが、こちらもとても上品ですよね。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクパターンをご紹介していきます。まずアイメイクを仕上げていきます。まず左下のカラーを指に取って、目の際から目を開けた時にカラーが見える位置まで薄くなるように塗っていきます。このパレットの中では一番しっかりと発色するカラーですが、このカラーをベースに塗っておいて目元に立体感を作っていきます。このカラーも本当にツヤが綺麗ですよね。続いて左上のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にパープルを入れていきます。深みのあるカラーをベースに塗っておいて、上からこのパープルを足すことで、よりこのカラーの透明感を引き立てていきます。同系色でまとまっているので違和感もなく綺麗ですよね。続いて右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体に入れていきます。最後、右下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にトントンとラメをのせていきます。パープルとイエローなので、一見組み合わせにくいかなと思いますが、どちらも発色がとてもナチュラルなのと、このイエローカラーもイエロー寄りのシャンパンゴールドのような発色なので、こんな感じで春らしい柔らかさをプラスしてくれて、とても可愛い組み合わせだと思います。続いてファンテジーシャネルを付属のブラシに取って、頬の広範囲にツヤ出しとして使っていきます。チーク使いもとても可愛かったですが、個人的にはこの広範囲にツヤ出しとして使った時の絶妙な血色感とツヤがすごく綺麗だなと思ったので、今回はこんな感じで使っていきます。そしてさらにこの上から C ゾーンの部分に重ねるように、フォームエサンシェルの限定色トラジェをハイライトとして塗っていきます。こちらのカラーでさらに血色感を出していきます。パウダーで作ったパールのツヤ感とスティックタイプの濡れツヤ感の質感ミックスがとても綺麗ですよね。そしてリップはルージュココボームの930番を使っていきます。唇全体にしっかりと発色させていって、最後にボームエサンシェルの新色リラーを指に取って、唇の中心部分にトントンと重ねていきます。はい、こんな感じでシャネルの限定コレクションを使ったメイクが完成しました。まずアイメイクは今年の春コレクションの中では珍しいパープルのカラーをメインに使ってみました。透明感も演出しつつ大人っぽい上品さも感じるようなシャネルのパープルはすごく素敵ですよね。パープルの上からイエローのアイシャドウも重ねてみましたが、どちらもツヤがとても綺麗なのと、イエローもシャンパンゴールド寄りのカラーなので、この組み合わせもすごく素敵だなと思いました。そしてチークとハイライトは血色感を感じるようなピンク系のカラーで合わせて、目元の透明感とのバランスをとって、春らしい柔らかい肌に仕上げてみました。ファンテジードシャネルは広範囲に使うことで、パウダーのつるんとした質感を出して、その上からボームエサンシェルのトラジェの濡れツヤ感を足すことで、質感をミックスして立体感を演出しています。そして最後リップはしっかりとした深みのあるカラーを塗ることで血色感も出しつつ、唇の中心部分にのみパープルの透明感を足して、少し軽やかな印象に仕上げてみました。今年のシャネルの春コレクションはアイシャドウももちろんですが、リップやチークやハイライトなど全てツヤが出る質感なので、ツヤ好きの方にすごくおすすめのコレクションだなと思いました。
はい、ではこんな感じで2月10日店頭発売、3月1日にオンラインで発売をするシャネルの2023春コレクションをご紹介していきました。特に予約の段階でかなり人気だったファンテジー・ドゥ・シャネルはチーク使いももちろん綺麗ですが、付属のブラシを使って広範囲に塗ると自然な血色感とツルンと感があってとても綺麗だなと思いました。そして個人的に今回のコレクションでとても可愛いと感じたのはフォームエサンシェルの限定色トラジェのカラーでした。ハイライト使いももちろんですが、単色でリップに塗った時の絶妙な血色感とツルンと感がすごく可愛くて、これ1本持っておけば乾燥が気になった時の保湿対策にも、少し血色感が欲しいなと思った時にも使えて、とてもいいアイテムだなと思いました。とても人気のコレクションですが、オンラインでは3月1日からの発売となりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。